皆さんこんばんは、宇野と言います。プレワイで滅んでいた建物が薬剤の目視録ではどうなっていたかを見ていきます。薬剤の目視録のネタバレを含みますので、未プレイの方はお気をつけください。このチャンネルでは薬剤の目視録やブレスオブザワイルド続編の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。まだの方は今チャンネル登録をお願いします。行きましょう。シャトー集落跡。名前こそ出てこないものの、シャトー集落は無事なようです。マップ上ではその全体は確認できないんですが、年中無休でゴロン族が運営しているよろずやゴロゴロ屋があることは分かっています。アッカレ砦跡。今作ではアッカレ砦の戦闘ステージは2回出てきましたが、2回目で陥落の危機と判断したロベリーによって連絡橋がデストロイされました。肉を切らせて骨を断つですね。もしかしたらブレワイでの落ちているアッカレ砦の橋もロベリーがデストロイした可能性がありますよね。しかし今作では後日ハイラルチャレンジにて復旧していく形になりました。めでたしめでたしですね。橋といえば場所は違うのですが、フロリア橋を渡ると時折現れるフロドラの影響で感電する危険があるとのことです。今作でもフロドラは滝の上を飛んでるんですね。元気そうでよかったです。こちらもめでたしです。ハイラル軍演習場跡。ハイラル軍演習場は仲間のレベルアップの施設になっていましたね。とてもお世話になりました。次にお話しするラウル集落が横にあることで効率よく兵を鍛えられていたと思います。ラウル集落跡。ラウル集落は今作ではカジギルドとして登場しました。集落全体がカジギルドなのか一部なのかは分かりませんけど、おじさんには孫がいるようで、ラウル集落がこのまま無事なら将来も安泰という感じです。湿原の駐屯地跡。ゴングル山ステージからちらっと見えました。もうすでに滅んでる様子でしたが、最近魔物にやられたのか、もともとほったらかしにされていた駐屯地なのかは分かりません。コポンガ村跡。ゴングル山ステージから見える範囲のはずですが確認できませんでした。ラネール湿原の100年前は湿地帯というよりは湖のようになっていましたね。マップ上で確認できるコポンガ村はメーベの町と同じくらいの規模に思える感じで、店の一つにアインという名前のゾーラ族が営んでいるよろずやラトスケーオがあります。逆から読むとオーケストラ。ハイラル城下町跡。ハイラル城下町は物語終盤に訪れるのですが、さすがに薬剤の元に近い場所なだけに被害は甚大でした。その後は復興していったと思いますので、その点は安心しましょう。採石所跡。ハイラル平原のステージで踏み入れますが、レンガ状に形作った石が置いてあり、採石所としてちゃんと機能しているように見えました。監獄跡。監獄といえば大盗賊ラムダが有名ですが、少し前の動画でも紹介したように今作では城の監獄に伝説の鍛冶屋がいるみたいです。自分の作った武器がいつか誰かを傷つけると危惧し、自ら監獄に入ったと書いてあります。なかなかかっこいいですよね。メーベの町跡。隣接したロンロン牧場ともに体験版の頃から無事が確認できていた場所です。後半のバーナボリスでガーディアンをなぎ倒していく場面でもこの町は無事でいてくれました。メーベスフレという祝い事に欠かせない料理があるようです。僕らでいう赤飯なんですかね。ハイラル軍駐屯地跡。ハイラル平原のステージで登場しましたね。思ってたより広くて立派なものでした。もう一つの城のような見た目でしたね。小諸駐屯地跡。ハイラル宿場町のステージに登場しました。東の神殿に近い見た目に感じましたが、僕はそれよりその近くのお墓が気になっています。妖精っぽい絵が描かれているものですね。闘技場跡。闘技場跡は意外にも100年前にすでに滅んでいて、闘技場跡でした。いつの時代のものなんでしょうね。ブレワイ続編で万が一過去に行くようなことがあれば何かわかるかもしれませんね。タバンタ村跡。タバンタ村として出てきます。ハイデア兵の一人が結婚を機に引っ越すとのギャラリーのテキストが未来のある村だということを想起させてくれました。賢者の神殿跡。賢者の神殿は健在だそうで、イメージトレーニングの場として活用されていましたね。僕が思っていたイメージとはかけ離れていて、ブレスオブザワイルド本編の力の試練の祠風の建物でした。他にもいくつか部屋はあるようですけど、全てが祠内部のような見た目なんでしょうかね。多分その設定に変えたんだと思います。このゲームのストーリーが進んでから作った部屋ということでした。王立古代研究所跡。
とても立派で思っていたよりも上に長い建物でした。古代遺物の研究にとても熱心だったようで、研究員も増えていってたという話でしたね。アデア村跡。戦闘ステージではギリギリ見えない場所にあって、アデア村が実際にどんな見た目の村なのかは知ることは叶いませんでしたが、マップ上では無事なことが確認できています。アデア湖で採れる魚介の料理が有名みたいです。そしてこの村の長老は不思議な雰囲気をまとっている千里眼の持ち主と言われるほどの物知りとのことで、この世にないはずのものを見せても探し物のありかを教えてくれるそうです。占い師アストルの出身がここなんじゃないかと考えることもできます。とある小さな村で暮らしていたというアストル。判明している村の中から候補として挙げるなら、コポンガ村、カカリコ村、ウオトリー村、タバンタ村、リトの村、アデア村ですかね。アストルは実際、憑依ガノンに頼らずとも不思議な力を持っていましたから、占いとも関係ありそうな千里眼の持ち主という長老の息子がアストルなんじゃないかと考えられなくもないですね。村といえば、ブレワイでは薬剤復活から100年後に市から村が出てきましたが、薬剤の目視録ではこの時代に市から村に相当するものができたようです。でも多分名前は市から村ではないでしょうね。これ以外にも実はこのゲームが発売する前にこの動画で上げた建物たちのブレスオブザワイルドの滅んだバージョンを上げていってる動画もありますので、比べて楽しんでくださったらと思います。ということで今回はここまでにします。この動画を楽しめた方は2秒ほどいただいて高評価ボタンをポチッと押していただけるとまた動画作りを頑張れますのでお願いします。ご視聴ありがとうございました。